皆さんこんにちは、宮城です。今日はですね、日本刀の堅苦しいイメージを壊す遊び心のあるこしらえということをやっていきたいと思います。日本刀のイメージというとですね、このような、黒を中心とした配色で、渋くてお堅いイメージみたいなものをですね、持つ方多いと思いますし、実際、こういうものが多いんですけれども、渋くて黒くて、硬派という、ちょっとイメージをですね壊すような、一風変わったこしらえを3つご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いします。まずはこちらですね、錦包みごしらえでございます。錦で包まれている正剣ですね。着物を着たようなこしらえの姿ですね。で、こう触ってみると分かるんですが、単に糸を巻いてあるだけではなく、上から何か塗ってあるような感じですね。ちょっと硬化しております。スキウ漆か何かを塗ってあるのかなと思いますけれども、ちょっと漆の専門的な知識がないものでですね、ちょっとあんまり研究はしませんけども、そういった形で、保護をされているんですね。で、裏側、冊子裏を見てみると、ここにこう漆のラインが入っていてですね、ここで、正剣、糸をですね、留めているといった作りになっております。なかなか、豪華で、錦がきらびやかで、いわゆる刀の戦道具というイメージとですね、全く真逆な非常に美しいこしらえになっております。で、図柄はですね、花ですよね、ボタンかなと思います。で、ここには栗型の代わりに、鋲ですかね、目抜きではないですね、対になっていないので、鋲かなと思うんですけども、そちらがここに配置されていて、これは桜のモチーフなんですよね。非常にどれも美しくて、高貴な女性が持っていたのかなというふうに想像が働いてしまうようなこしらえなんですけども、いわゆるこの普通の短刀というよりはこう懐にですね収めておく懐刀のようなものだったと思います。ザ和風という感じですね。なかなかお目にかかる機会もないんじゃないかなというふうに思います。さあ、ではですね、もう一つは、このちょっと洋風な感じもする、これまた短刀のこしらえですね。さっきのものとは違って、非常にシンプルな配色ですけども、見る限り突平ごしらえに近いような感じですかね。この鞘が、尻すぼみになっていてこう丸くなっていると。で、金具風に、これは金具じゃないですけども、装飾がしてありますね。突平ごしらえというと、西洋のサーベル風の刀のこしらえなんですけども、西洋の服ですね、洋服の場合は帯ではなくベルトですから、ベルトの場合はこういった形状の方がですね携帯しやすいということでこういう風な形状になったというふうにも言われているんですけども、ちょっと真偽は定かではないというか、そういうふうに言われておりますね。確かになかなか洋風なイメージですね。先ほどのザ和風の錦包みと比べると、なんともですね、この引き算の美学というか、このつかまきとかですね、サメ側もないですし、非常にシンプルなんですけれども、こじゃれた雰囲気というか、気の利いたこしらえでですね。で、グリーンの中にこの、家紋ですよね。この上がり富士のですね、家紋が、非常に映えて光りますよね。これをですね、突平ごしらえと言ってしまうと語弊がありそうというか違うと思うんですけれども、普通の担当のこしらえとはですねかなり違いますし、また見る機会も少ないと思いますので、今回、紹介させていただきました。幕末から明治にかけての、なんか時代の流れみたいなものを感じる、大変いいデザインのこしらえでございます。
でですね、最後のもう一つは内刀でございます。まあ、幕末らしい、すごい柄が長い、こしらえなんですが、注目するところはやっぱりこの唾ですね。この大きい角唾に、四隅に猪目ですよね。まあ、現代でいうところのハートが、大きく、デザインされております。これをこうやって刺してるんですからね、なかなかのこのインパクトがある内刀でございますけれども、まあかといってですね、やっぱり幕末のこしらえなんですね。縁頭は鉄でできていて、まあつばもやっぱり鉄ですよね。非常に実践的です。そしてですね、この柄巻きの中にある目抜きがまた面白くて、まあ短冊状のスワカの目抜きなんですけれども、これが何が書いてあるのか全くわからないですね。まあ漢字なのでですね、まあ漢文とか漢詩みたいなものが切ってあるんですけども、一般的な目抜きの形状のイメージをですね、覆す大変ド派手な目抜きが入っていて、いいですよね。さすが幕末というところです。で、鞘の方も、まあ普通の黒かと思いきや、変わり塗りになっていてですね、大変気の利いたこしらえですね。こういったですね、非常に幕末らしい、刀ではあるんですけども、非常にキャラが立っていて、それでいて圧があるというか、なんともその動乱の時代らしい幕末の刀ですね。それにしてもこの柄は長いですね。9寸5分ぐらい、測ったらあったと思います。もしかしたらですね、その剣道とかなさってた方にとってはですね、これぐらいがちょうどいいじゃんっていう感じもするかもしれないですけどもね。これは好みが分かれるところかもしれませんけども、幕末のやっぱり、こしらえ刀の特徴の一つですよね。ということでですね、今日は、ちょっと変わったこしらえの方を3つ見ていただきました。本当のこしらえっていうのは単なるですね、武器の外装というだけではなくて、こういったですね、昔の日本人のその美意識であるとかファッション性みたいなものをですね、現代に伝えてくれる大切なものでもありますので、もちろんですね、刀は一見の対象ですし、敬う必要はあるんですけれども、ややちょっとそういった堅苦しいとかですね、怖いとか権威的すぎるみたいな部分があると思うので、こういったものを見てですね、もう少し身近に、刀感じていただければというふうに思いまして、今回このような動画にしてみました。それでは今日もご視聴ありがとうございました。